はい、どうもこんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。天然のうなぎっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。おっきなうなぎ。っていうことでね、映像で見るとそんな伝わらんのがもったいねえってぐらい、おっきなうなぎです。僕の手首と同じ太さのうなぎ。めちゃくちゃ大きいんですけど、これ、沖縄とかにいる大うなぎっていう種類じゃなくてですね、皆さんがいつもスーパーで食べている種類、日本うなぎになります。うなぎって、川とか池とかにいるイメージじゃないですか。ただこのうなぎは海で採れたうなぎなんですよ。で、うなぎっていうのは海で産卵しますので、もちろん海にも下ります。まだうなぎの生態系っていうのは完璧には解明されてないんですよね。でも徐々に最近ちょっとずつ解明されてきてるらしいですけどね。で、海で採れるうなぎを海うなぎって言うんですけど、これがめちゃめちゃうまいと。川で採れた天然うなぎは、やっぱりその川の、泥の匂い。それが天然の川のうなぎの風味ということで、風情があって美味しいんですけど、このうなぎは海底の泥に潜んでますんで、そういった生臭みが一切ないんですよね。で、海でいいものバクバク食べてますんで、ずんぐりむっくりなんですよ。で、それと、値段もめちゃくちゃ高いです。なぜなら数が取れない。で、しかもこれだけ大きい個体になると、出回らないです。お値段がなんと、1尾5万円。はぁって思う方いっぱいいると思いますけど、世の中には食べ物も上の上があるんですよ。うなぎで言ったら、このうなぎはもう気まぐれクックのうなぎ枠の最終回みたいな、そのレベルのうなぎですね。多分これ以上の個体っていうのは、なかなか入らないと思います。今日はそんなうなぎが入りましたので、こちらの海うなぎを使って、うな重を作っていきたいと思います。で、今日はタレも自家製で作っていきますよ。で、ここにね、肝もありますんで、肝水もつけたいと思います。もうこういう風に内臓とか血合いは綺麗に取られてますんでね、とっても扱いやすい魚です。で、ぬめりもね、かなり取ってくれてありますんで、ペーパーでこうやって拭くぐらいで大丈夫かなと思います。そしたらおろしていきますね。腹が開かれてますんで、今日は腹開きでいきたいと思います。まず頭を落としちゃいますか。よいしょ。今日はこの頭も使いますんでね。そしたらおろしていきますね。うわ、緊張するなぁ。どうやっておろそう。こうやってまず腹骨を一本一本丁寧に切っていきましょうか。うわー、緊張する。やべえ。久しぶりにこんな緊張するよ。腹骨を一本一本切っていって、はい、これで切れましたら、もう一発でかっこよくとは言わないです。もうゆっくり慎重におろしていきます。で、さばいててわかるんですけど、このうなぎ、こんだけ大きいのに、皮がとっても薄いですね。おお、いい感じ。貫通しないように慎重に入れていきます。よし、いいんじゃないかな。はい、こんな感じですね。そしたら尻尾これ落としちゃって、で、ここから包丁を入れて背骨を取っていきます。できるだけ身がつかないように。かといってスレスレを攻めすぎて、この骨が欠けて身の方に行っちゃうと台無しなんでね、ギリギリのラインを攻めていきたいと思います。で、ここまでいったら、ここから角度がちょっと変わるんですよね。ちょっと角度をこう変えて、ほら、こうちょっとね、下になるんですよね。難しいね。よし、OK。まあいいでしょう。こんなもんで。そしたら今日はヒレもしっかりと取っていきます。やっぱこんだけ大きいとヒレが結構気になると思いますんで、ヒレをこうやって切ります。で、ここ、腹骨もすいていきます。やっぱり腹骨もこんだけ魚体が大きいと結構太いですので、うな重にした時に喉に引っかかっちゃいますんでね。腹骨を取っていきます。反対側も薄くできるだけ身を取らないように
薄く薄く腹骨をすいていきます。 OK。 スーパーとかで売ってる大きなうなぎの開き、だいたい2500円ぐらいで売ってるうなぎですね。3P サイズって言って、だいたい 330g。そのサイズが特大って言われるんですけど、このうなぎはそれの3倍、4倍ありますんでね。もう化け物ですね。それに養殖じゃなくて、しかも海うなぎ。そりゃ高いですよ。そしたら、このぐらいのサイズに切っていきましょう。できるだけ大きさを揃えつつ。はい。こんな感じですね。すげえ。この厚みですよ。でも皮がね、薄いの分かりますかね。いいうなぎです。そしたら、うなぎに串を打っていきたいと思います。今日はこの分厚いところ一切れ。あとはいろんな人に食べさせたいですね。これはぜひとも。で、うなぎの串打ち。適当に身にブスブスブスって刺すんじゃなくて、意識するのは、この皮と身の間。この赤い筋が入ってますよね。この赤い筋の下。ここに竹串をずっと通すイメージですね。ほんと皮ギリギリに串を打つ感じ。これがね、なかなか難しい。僕もね、苦手なんですよね。有名な言葉で、串打ち3年、裂き8年、焼き1生なんていう言葉もありますんでね。そのぐらいうなぎって難しい魚なんですよ。物の例えですけど、串を打つだけでも完璧にマスターしようとすると、3年はかかるぞと。焼き方なんて一生勉強だよっていう魚です。で、そんな得意じゃない僕がアドバイスするとしたら、焼く時に持ちやすいように、このサイズだったら、こういう風に串を入れてあげること。で、串を打つ時に、一回ここで決めたら、ブスッとね。そしたら、若干下を向けて、皮に当たらないように、下向き下向きで串を打っていく。よっと。こんな感じですね。皮ギリギリに串が通ってるの分かりますかね。そしたら一度これは冷蔵庫で寝かしといて、今日はタレも自家製で作っていきたいと思いますんで、今からタレを作っていきたいと思います。そしたら、この頭と尻尾と骨、これもうなぎのタレに使っていきます。まずは、こうやって手頃なサイズにカットしてます。これ頭もこのままじゃ大きいので、半分に割りましょうか。よいしょ。はい、こんな感じですね。そしたらこれを一度素焼きしていきます。そしたら炉端焼き器に火をつけて、くっつかないように油を敷きます。そしたらここにうなぎの頭と骨を置いて焼いていきます。骨でこんだけジュージュー言うんだから、身の方は期待大ですね。はい、ではこのようにこんがり焼けましたら、タレを作っていきます。まずはお鍋にみりん。みりんでもこの本みりんのいいやつを使った方がいいですね。150cc。で、日本酒ですね。日本酒も、50から100ですね。みりんの半分ぐらいですね。で、一度アルコールを飛ばします。で、この段階でうなぎの頭と骨、そして尻尾も入れてしまいます。で、これでアルコール飛ばす感じですね。バーッと煮詰めていきます。グツ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 してアルコールの匂いがしてきました。このアルコールの匂いがすることがアルコールがしっかり飛んでるっていう証拠ですのでね。みりんとお酒の煮詰まったいい匂いがしてきたら、ここでお砂糖ですね。結構入れちゃいます。100g から150ぐらい入れちゃっていいかな。もうがっつりです。で、砂糖が溶けまして、で、ここで火を止めちゃって、お醤油を入れていきます。こちらリスナーさんからいただいた甘口の醤油ですね。これを、200ぐらい入れますか。150から200ぐらい。みりんと同じ量で大丈夫ですね。で、ここにさーっと加えていきます。で、もう一回火にかけて再沸騰させます。はい、沸騰しましたら、ここでもう超弱火にします。ついてるのかわかんないぐらいの弱火。こんなもんですね。で、これで煮詰めて煮詰めて、市販のうなぎのとろみぐらいまで持ってったら、うなぎのタレの完成です。はい、ではこんな感じで20分ほど煮詰めていきました。気泡がかなり粗くなってとろみがつきました。そしたらこれで OK ですね。そしたらタレをこしていきます。最後の一滴までしっかりと。もっと作っとけばよかったなーって思っちゃいますね。保存も1週間2週間効くと思いますんでね。で、この段階で甘みを見て、美味しい。甘みが足りないなと思ったら砂糖を加えてください。バッチリでした。よいしょ。
これで秘伝のうなぎだれ完成。そしたら今からかつおだしをひいて肝水を作っていきます。その前にちょっと今日ね、どうしても夏は飲んじゃうね。うめえ。あてはピリ辛きゅうり。そしたらかつおだしをひいていきます。沸騰したお湯にかつおをドバッと。で、火を落とすと。で、1分ぐらいゆっくり削り節を沈めていく。そしたら肝の処理ですね。肝にね、苦玉がついて、これはね、処理してくれてありますね。本当はうなぎの肝ってね、こうね、緑色の苦玉がついてるんで、それを外すのと、あと浮き袋。浮き袋も取ってくれてあるっぽいな。でもこれ浮き袋っぽいな。これもね、外しましょうね。これ。で、こういうね、腎臓とかもついてたらこういうのも外していきましょう。これで OK ですね。肝もでかいな。そんなこんなで出汁がいい感じなので、曲げていきます。あんまり長い間沈めすぎると、カツオのえぐみとか出てくるんでね。だいたいお吸い物は1分から2分ぐらいがいいみたいですね。ゆっくりとこしていきます。はいと。綺麗な出汁が来ました。もう今日はいらんことしません。かつおだしとうなぎの肝ポンと入れて、で火にかけていって少しのお塩だけで味決めちゃいたいと思います。醤油とかみりんとか酒とか何も落としません。もうかつおだしとお塩とうなぎの肝、これだけでいきます。これで結構いい出汁が。うわー、うまいね。これでバッチリだ。これでお吸い物は完成で、これ食べる直前にもう一度温め直して、今日はおしゃれに手まり麩とあと三つ葉をちょんと添えて肝水の完成で、今日は炭火で焼いていきたいと思いますんで、庭に行ってこちら炭火で焼いていきたいと思います。はい、では庭に移動してきました。炭をあらかじめ炊いておきました。ここで焼いていきたいと思います。そしたらじゃあ皮から焼いていきます。2度塗り、裏も2度塗り、3度塗り。はい、これで完成ですね。はい、では焼けました。そしたら串から抜いてこちら切っていきます。切った感じね、普通の養殖のうなぎよりかはやっぱ身がしっかりしてますね。全然身質が違いますね。そしたら秘伝のタレ、こちらをご飯にまずたっぷりと染み込ませます。もうこのタレだけでご飯普通に食べれますからね。そのぐらい美味しいタレです。そしたらそこにうなぎをドカッと乗せます。うまそう。めちゃくちゃ肉厚ですね、これ。この肉厚さで、ここにさらにタレをかけると、こちらうな重の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。お腹すいた。いただきます。これちなみにビール5本目です。焼いてるとどうしても熱くて飲んじゃうんですよね。いい感じに出来上がってきております。いただきます。こちら肝水もいい感じに出来上がっております。でこちらうな重、うまそうです。今日はね、うな重といったらこちら奈良漬けもつけております。さあ、じゃあまずは肝水でさっぱりいきますか。いただきます。うわ、ここはどこの割烹料理屋ですか？お吸い物って鰹節と
塩、それと素材。これでいいんですね。やってみてください。びっくりします。よし、じゃあこちらメインディッシュいただきたいと思います。大きいとこいきますか。この太さよ。僕の指ぐらいありますからね。いただきます。これちょっと涙もろい人が食べたら泣くぞ。これちょっと涙もろい人が食べたら泣くぞ。養殖のうなぎとは全く別のお魚、別の食べ物ですね。口の中に入れた瞬間に風味が、なんか海の海鮮の味がするんですよね。うなぎの香りは少ないんですけど、いつものうなぎにはない旨味が、このうなぎにはありますね。美味しい。今回は大成功でしたね。もう今日ここでエンディング撮りますわ。今回のうなぎは、海うなぎのとっても大きい1キロアップ以上のものを使ったので、ものすごい値段も高価だし、なかなか手には入りません。ただ普通の生のうなぎとかでしたら、結構ネットとかで手に入りますんで、ぜひ一回ね、バーベキューとか好きな人は、自分で一生懸命裂いてみて、炭で焼いて、で、その骨とかを使って、今日のこのタレを作って、こういう風にして食べてほしい。できることならこの肝水までやってみてほしい。ものすごく美味しいです。ちょっと今日は衝撃の回でした。めちゃくちゃうまいです。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。